はタミヤの48分の1スケール傑作機シリーズから零式艦上戦闘機52型兵の仮組みです。今度は48分の1スケールのタミヤ0戦ですか。実はタミヤの0戦52型は2種類出ている。2種類？旧金型キットと新金型キットの2種類。なるほど。今回はどっちなの？旧金型からやっていきたいと思ってるのだ。旧金型から？今回の意図はファインモールドの0戦52型に向けての勝手企画。先日発表された新製品ですね。2024年末に発売されるみたいね。そうそう、ファインモールドの0戦52型がすごそうなので、その前に他メーカーの0戦52型をいくつか紹介しようかと。なるほど。ファインモールド版が出てくるまで他メーカーの比較をしておこうというわけね。そんな感じです。それでどれを紹介する予定なの？タミヤの新旧金型と長谷川の新旧金型かな。長谷川にも旧金型、新金型とあるのね。その通りです。タミヤの旧金型はいつ頃のキットなの？1973年に21型、1982年に32型と発売されて、1983年に52型兵として発売されたキットなのだ。ちなみに新金型は2008年に発売された52型および52型鋼として発売されている。鋼と貨兵って何のこと？わかりやすい部分だと武装かな。武装？鋼型は翼内 20mm2 門で機種が 7.7mm2 丁、兵型は翼内 20mm2 門と 13.2mm2 丁で機種が 13.2mm1 丁。さらにロケット弾を詰めたみたいね。機体とエンジンは同じで細部が微妙に違うのね。兵型は主翼から機銃が4本出ているので模型的には映える型式かな。ちなみに長谷川はいつ頃出したの？長谷川旧金型が1982年で52型もしくは52型鋼かな。長谷川新金型は1999年で同じく52型と52型鋼となっている。後に兵型や限定版でオツ型も出ています。同じ型式でリニューアルしたのね。長谷川の旧金型は凸モールドで新金型は大モールドとなりますね。なるほどね。ちなみにタミヤの旧金型はどうなのでしょうか？こちらは凹凸のハイブリッドモールドとなる。なんか中途半端ですね。とはいえ長谷川からすると脅威だったと思う。翌年に出てきたわけだし。脅威って例えば？加工すればフラップを下げれるようになっていたり、ロケット弾や爆弾などのアクセサリーもついていた。長谷川は造装のみね。フィギュアもパイロットのみならず見送りする地上員が6体もついていた。ジオラマを作りたくなるおまけね。さらにマーキングも7種類、機構形態用の別パーツも付属している。まさに至れり尽きせりなわけね。今でも現役商品として販売されている。価格も税込み1650円と低く設定されているのも好印象。後発商品であったことと付加要素も満載なので脅威だったと思ったわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは離陸中の0戦52型なのだ。ロケット弾を吊り下げているわね。昭和19年9月、岩国基地第332海軍航空隊所属機のようです。ふむふむ。では中身を開けていくのだ。グリーンのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは7種類。第332海軍航空隊所属機岩国基地第332海軍航空隊所属機鳴尾基地第252海軍航空隊所属機国分基地第203海軍航空隊所属機鹿児島基地第302海軍航空隊所属機厚木基地第203海軍航空隊所属機大村基地本山航空隊所属機本山基地となる。マーキングはたくさんあってお得。部品点数は88点。おまけパーツがある割に少なめかしら。ではタミヤの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型兵の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で9パーツ。操縦席床にケーキパネル、座席と操縦桿なのだ。ケーキパネルはデカール表現となっている。前述通りパイロットはついてますね。出来がいいのでぜひ乗ってもらいたいところ。次はエンジンですね。エンジンは7パーツ構成で境に1型を再現している。52型の特徴となる水力式単排気管も含んでいるので。次はカウリングとなる。ふむふむ。カウリングは5パーツ構成。カウルフラップが別パーツとなっている。カウルフラップは別パーツで開閉選択ができるのね。お好きな方を選べます。最後にプロペラね。プロペラは全部で2パーツ構成。
3枚プロペラとスピナー全部が一体となっている。そこにスピナー工具を取り付ける。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席は後からでも組み込める。先に接着しても大丈夫なわけね。ここでヘッドレストやループアンテナをつける。胴体のモールドはどうでしょうか？基本的に凸モールドとなる。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。主翼かパーツの加工から始める。穴開けね。フラップを下げたい場合はこの段階で切り離し加工が必要です。フラップはプラ板で追加工作が必要です。加工が済んだら貼り合わせね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらは基本オーモールドとなる。一部凸モールドもあります。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもの通りね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースと分割がついているので操縦席の開閉選択ができる。2種類あるのは嬉しいですね。透明度も問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右支脚。支脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次はビリンね。ビリンは1パーツ構成となっている。お好きなタイミングで取り付けられる。次はアクセサリーね。胴体下に増装を取り付けられる。増装は4パーツ構成となる。ふむふむ。左右主翼下に30キロ爆弾とロケット弾を取り付ける。左右それぞれ1つずつね。最後に総評なのだ。今回はタミヤの48分の1スケール零式艦上戦闘機52型兵の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？旧金型ながらも現役販売されているキット。価格を考えるとお得な構成で満足できた。パーツの合いはどうでしたか？基本的には大きな問題はないです。主翼付け根の段差を気をつけたいところかな。ランナーなどで補強すれば問題なさそうね。問題はモールドかなと。胴体は凸がほとんど、主翼は O がほとんどでしたね。ここは筋彫りに挑戦するのもありかもね。めんどくさそうな部分は O モールドになってますしね。さすがに最新キットと比べると見劣りしますが気軽に組むには十分な内容だと感じました。割引されていれば1200円前後ですからね。ファインモールドを作る前の練習用キットとしては最適かなと感じました。次回は長谷川旧金型の52型ね。10月中の配信予定となるかな。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。